カナンの地に住むアブラムは豊かな家畜と広大な土地、多くのしもべを持つ裕福な牧羊者でしたが、深い悲しみを抱えていました。その悲しみの原因は、アブラムと彼の妻サライには子供がおらず、彼の豊かな遺産を継ぐ者がいないことでした。ある夜、アブラムは自分の未来について深く悩んでいました。星空を眺めながら、彼は自分の遺産が誰にも引き継がれずに失われてしまうのではないかという不安に駆られていました。彼の心は希望と絶望の間で揺れていました。静かな夜、アブラムはいつものように空を見上げていました。星々がきらめく中、彼の心は思い悩みに満ちていました。突然、神秘的な光が彼の周囲を包み込み、神聖な静けさが彼の心を満たし始めました。そこに、神の声が響き渡りました。アブラムよ、恐れるな。私はあなたを守り、あなたにとって非常に大きな祝福を与える。この言葉に、アブラムは驚きとともに深い安堵を感じました。彼は神の存在を強く感じ取り、その声に耳を傾けました。彼は長年の不安と孤独が、この神聖な言葉によって癒されるのを感じました。アブラムは神に尋ねました。主よ、あなたは私に何を与えてくださるのですか。私には子供がいません。私の財産を継ぐ者はダマスカスのエリエゼルです。彼の声には不安と希望が交錯していました。ダマスカスのエリエゼルはアブラムの家のしもべであり、アブラムの財産を継ぐ可能性があると考えられていました。神はアブラムの悩みを静かに聞き、慈愛に満ちた声で答えました。このしもべはあなたの遺産を継ぐものではない。あなたには自分の血と肉からなる息子が与えられる。彼こそがあなたの真の後継者となる。アブラムの心には希望が芽生え、彼はその言葉を信じました。神の約束は彼に新たな力を与え、未来への確信を深めました。彼は信仰を新たにし、神が示された道を歩む決意を固めました。夜風が静かに吹き抜ける中、アブラムが見上げた夜空には、無数の星々が輝いていました。そこに、神の声が再び響き渡りました。アブラムよ、天を見上げて星を数えてみなさい。これらの星のように、あなたの子孫もまた数えきれないほどになるだろう。この光景は、アブラムに深い感動を与えました。星々の光はただ明るいだけでなく、それぞれが未来の子孫たちの命と希望を象徴しているかのようでした。アブラムは深く感謝の気持ちを抱きながら祈りを捧げました。主よ、あなたの言葉と約束を信じます。どうか、この広大な宇宙のように限りない恵みを、私と私の子孫にも垂らしてください。この瞬間、アブラムの信仰はさらに深まり、彼の心には揺るぎない平安が満ちました。星々が織りなす壮大な景色は、彼の人生における新たな章の幕開けを告げるものであり、彼の運命を変える約束の象徴となりました。神はアブラムに特別な儀式を行うための準備をするよう命じました。彼は神からの指示に従い、3歳の雌牛、メスヤギ、お羊、そして鳩と鳩のヒナを連れてきました。これらの動物は、神との契約を象徴するものとして選ばれました。アブラムは神の指示に従い、動物たちを2つに切り分け、その半分ずつを向かい合わせるように祭壇に並べました。鳥は切らずに、そのままにしました。この配置は、古代の契約儀式において重要な意味を持ち、契約が破られた場合、その動物たちが受けた運命を契約破りの者がたどることを象徴していました。儀式の準備が整うと、アブラムは神に捧げるため、祭壇の周りを歩きました。その時、突然、空から猛禽類が飛来し、捧げた動物に降り立とうとしましたが、アブラムはそれを追い払いました。これは、彼の信仰と契約を守るための行動であり、彼の決意と献身を神に示すものでした。夕暮れ時、アブラムは深い眠りに落ちました。儀式の場は厳粛な空気に包まれ、アブラムの心には神との結びつきがさらに深まるのを感じました。すると、儀式の場で不思議な現象が起こり始めました。日が沈み、辺りが暗闇に包まれると、
突然、煙を上げる火鉢と燃える松明が現れました。これらは神の臨在と力を象徴するもので、その火鉢と燃え盛る松明が分割された動物の体の間を通り抜ける様子は、この契約が神によって確認され、永遠に続くものであることを示していました。アブラムが深い眠りに落ちると、彼は神からさらなる啓示を受けました。神は彼に未来の光景を示し、その中でアブラムの子孫が直面する試練と最終的な栄光について語りました。アブラムよ、よく聞きなさい。あなたの子孫は異国の地で400年の間、奴隷として過ごすことになる。彼らはそこで苦労し、抑圧され、苦しむことになる。しかし、恐れることはない。私は彼らが仕える国を罰し、最終的には彼らを大きな富と共にこの地に戻すであろう。この啓示は、アブラムにとって衝撃的なものでしたが、同時に彼の信仰をさらに強固なものにしました。神が示された困難は決して無駄ではなく、それが彼の子孫にさらなる成長と繁栄をもたらすための試練であることを彼は理解しました。夜の静寂の中、神の声が再びアブラムに語りかけました。この声には、彼の人生の終わりと彼の子孫の未来に関する重要な啓示が含まれていました。アブラムよ、恐れることはない。あなたは安らかにこの世を去るであろう。あなたは長寿を全うし、祖先のもとへ召され、彼らと共に安らぎの地に葬られるだろう。私の約束は、あなたの生涯のうちに完全に果たされることはない。しかし、あなたの信仰と従順は、将来の世代へと受け継がれる偉大な遺産となるだろう。アブラムはこの言葉を聞き、心から深い安堵を覚えました。彼の人生が神との約束によって導かれ、その結果として平和な最後を迎えることができるという確信が彼の心を満たしました。続いて神は、彼に次のように約束しました。4世代後、あなたの子孫は苦難を乗り越え、この地に戻ってくる。アモリ人の罪が満ちるその時、彼らはこの土地を受け継ぎ、豊かに繁栄するだろう。アモリ人の罪が満ちるその時とは、神がアモリ人の罪が一定の限度に達するまで忍耐をもって待つことを意味しています。アモリ人はカナンの地に住む多くの民族の一つであり、彼らは道徳的に堕落し、偶像崇拝や不道徳な宗教儀式などを行っていました。これらの行為は神の目に罪深いものとみなされ、長い間、神の忍耐によって裁きが猶予されていました。しかし、罪が満ちるとき、すなわちその悪行が神の許容範囲を超えたときに、神の裁きが下されることとなりました。アモリ人への裁きは、イスラエルの民が約束の地を征服する過程で具体化されました。ヨシュア記によると、アモリ人をはじめとするカナンの諸民族は、イスラエルの民によって打ち破られました。これは、神がアブラムに与えた約束が実現した瞬間でもあります。この約束はアブラムにとって、彼の信仰の旅が一時的なものではなく、遥か未来にまで影響を及ぼすものであることを示していました。彼は、自分が築いた信仰の基盤の上で子孫が栄える日を自ら見ることはないが、神の計画が実現することで、最終的に彼らが祝福を受けることを理解しました。夜が更け、星々が最も輝く頃、神はアブラムに再び語りかけ、彼に与える土地の範囲を詳しく告げました。約束の地は、アブラムとその子孫にとって重要な遺産となるよう定められていました。アブラムよ、見なさい。私はエジプトの川から大河ユーフラテスに至るまでの土地を、あなたとあなたの子孫に与える。この広大な土地には、ケニ人、ケニジ人、カドモニ人、ヒッタイト、ペリジ人、ネファイム、アモリ人、カナン人、ギルガシ人、そしてエブス人が住んでいる。この神聖な約束は、アブラムに深い信頼と揺るぎない確信を与えました。彼は、自分が歩んできた信仰の道が正しいものであったこと、そして神が彼とその子孫に対して持つ計画がいかに深く、広大であるかを理解しました。彼は、この約束の地が、未来の世代に無限の可能性をもたらすことを確信しました。この神との契約の瞬間は、アブラムの物語の集大成であり、
彼の信仰が具体的な形で示された瞬間でした。アブラムの物語と神との契約は、単なる一時的な出来事ではなく、後のイスラエルの歴史と深く結びついています。この神聖な契約は、イスラエル民族の成り立ちと自らの存在意義の基盤となり、彼らの歴史の中で繰り返し思い起こされ、確認されるものとなります。神がアブラムに与えた約束の土地は、後にイスラエルの12部族によって占領されるカナンの地と一致します。アブラムの子孫、特にイサクとヤコブを通じて、この土地は彼らにとって運命の地となり、イスラエルの民に無限の可能性と希望をもたらしました。また、アブラムの子孫がエジプトで奴隷となり、その後モーセの導きによって自由を勝ち取り、約束の地へ戻るという物語は、ユダヤ教、キリスト教、そしてイスラム教において重要な役割を果たしています。この出来事は、イスラエルの民が神との契約を再確認し、自らの信仰とアイデンティティを強化する契機となりました。アブラムと神との間に結ばれた契約は、時代を超えた約束として、イスラエルの民の歴史、文化、そして信仰の中心に位置づけられ、彼らが直面する様々な試練の中で指針となってきました。これにより、アブラムの物語は、現代を生きる私たちにも多くの示唆を与えてくれています。